皆さんこんにちは。地図旅のお時間です。今回お届けするのは3泊4日のミラノ一人旅。初めてのミラノで定番ルートを巡りました。それではどうぞ。今回の旅はイタリア・ローマのテルミニ駅からスタート。これから高速鉄道でミラノに向かいます。12時50分発のフレッチャロッサのビジネスクラスを予約済みです。出発まであと1時間くらい。テルミニ駅のローマスターは移転していました。来るたびに場所が変わる。改札に近いところになったみたいですね。立地的にはいいところだけどお客さんはまばらでした。強くなるためにマーチャンダイジングも頑張ってほしい。ミラノに向かう高速鉄道にはフレッチャロッサとイタロがありますが、どちらもラウンジがあるみたい。ビジネスクラスでも入れるとの情報を見たので行ってみましょう。ダメでした。もっといいチケットじゃないと入れないみたい。外からラウンジの雰囲気だけ覗いてみました。でもテルミニ駅構内は飲食店もたくさんあるので時間つぶしには困らなそう。ちょっとしたカフェを探すことにします。そういえばジェラートを食べてなかったと思ってジェラート屋さんにしました。ベンチみたいな日本でも食べられるやつじゃなくて地元の普通のお店。ジェラートダブルで 3.6 ユーロ。このボリュームならかなりお買い得なのでは。ジェラートじゃそんなに時間は潰せず早めに改札のところまで来てみました。でもこっちの電車って10分前くらいにならないと何番線か表示されないんですよね。時刻の右側に本来はホーム番号が表示されます。ちなみに改札付近には観光客を狙って話しかけてくる詐欺があるので気をつけてください。さっき僕のところに来た人は英語話せますかって聞いてきて、スマホの画面を見せられて困っています助けてくださいって書いてました。でもそれに付き合っても変なところに連れてかれるか、その隙に仲間の隙にやられるかなので無視しましょう。そんな感じで周りを警戒しつつ待ってたら、ようやく列車がホームに優先。10分で出発しちゃうので急いで向かいましょう。今回は7番線でした。ここまでは狙われないようにカメラも取り出さずスマホで撮影してたので、ようやく少し落ち着けます。こっちが今回乗るフレッチャロッサですね。ローマとミラノを約3時間で結びます。高速列車だろうとホームドアなんてものはない。今回乗るビジネスクラスは2等車くらいの位置づけでしょうか。なんか自分の席に来たら知らない人が座っててどいてもらうのに苦労しました。こっちも疲れてるのよみたいに言われてもどうしようもない。シートは割と広くて快適。日本の新幹線と同じような感覚ですかね。テーブルも広いので作業をしながら移動するのも良さそうです。列車は出発するとすぐに街を抜けて郊外の緑の中を進んでいきます。たまには列車の旅もいいですね。ビジネスクラスは車内サービスがあります。お菓子と飲み物のサービス。クッキーかな。窓がもう少し綺麗だったらもっと良かったんだけどね。ちょくちょくこんなカートで車内サービスをして回っています。さすがイタリアだなと思ったのは、このカートで入れたてのエスプレッソをもらえるんですよね。ポット式のエスプレッソだと思うんだけど、この場でスタッフが入れてくれます。こんな感じでクレマも割としっかりあるエスプレッソ。僕はイタリアのこういうところが好きです。列車はところどころで街を通過しながら北に向かいます。ボローニャやフィレンツェなど日本人にも馴染みのある街を通過。そして徐々にスピードを落としていき、ミラノの郊外に入ってきました。フレッチャロッサはスタンダード席しか乗ったことなかったけど、ビジネスは快適でしたね。3時間で移動できて100ユーロなので1万7000円くらい。飛行機だと空港と市内の移動が発生するから、それがないと思うといい選択だったと思います。というわけでミラノチェントラーレ、ミラノ中央駅に到着しました。ホテルは駅のそばに取ったので歩いて向かいましょう。ミラノ中央駅は博物館みたいな綺麗な作り。ホテルは駅から徒歩数分のところなのでスーツケースをガラガラ引いて歩きます。この瞬間が一番無防備ですよね。足早にかつ迷わずまっすぐ向かいます。観光客狙いのスリとかを警戒しないといけないのはアジアと違うところ。今回も無事に宿に到着しました。
今回お世話になるのはマリオット系のデュオミランというホテル。3泊4日で6万円くらいです。内装は IS ホテルみたいな感じも若干感じつつも、もう少しシンプルです。冷蔵庫にはお酒がいろいろ入ってる。ベッドは十分すぎるサイズ。コーヒー類も充実。エスプレッソ的なのが置いてありますね。バスルームはシンプルだけど必要十分なものが揃っています。歯ブラシなんかはどこかで調達が必要。シャンプー類はカルティというイタリアのブランドのものでした。でもローマでシャンプーを買って持ってきてるので使わないかもな。以上、お部屋のご紹介でした。すぐ近くにスーパーがあったのでとりあえず買い出し。大好きなオレンジの炭酸と水、ビールを買ってきました。あとミニトマト。なんか最近野菜が足りてない気がしてこれをちぎって食べます。これで約9ユーロでした。ホテルのすぐ隣のレストランで晩ご飯にします。今日はハロウィンなんですけど、お店のスタッフの小さな娘さんがチョコをくれました。めちゃくちゃ癒される。店内はこんな感じのこじんまりとしたお店。店員さんがめちゃくちゃフレンドリー。まずはビールからスタート。この袋にはパンがたくさん詰まっています。注文したのはアサリとカラスミのパスタ。イタリアに来たらカラスミは食べまくろうと思ってたので、まずはここから。パスタもソースもバッチリ美味しくて大満足です。お会計はテーブルチャージも合わせて25ユーロでした。それではミラノ1日目の夜はおしまい。おやすみなさい。2日目の朝。今日も天気は曇りっぽいですね。とりあえず昨日買っておいたトマトを口に放り込みます。今日は中心部に出てがっつり観光していく予定。地下鉄で数駅移動します。メトロポリターナ。ミラノの地下鉄はクレカタッチで乗れるので楽ちんですね。車両もそこまで荒れてなさそう。それでは乗っていきましょう。2駅乗ってモンテナポレオーネで下車。ここから市内観光をスタートします。こちらはスカラ座。約250年前に完成したオペラやバレエの殿堂です。数々の演目が演じられ、ナポレオンのイタリア国王の戴冠式が行われたりした場所です。第二次世界大戦の被害を受けていますが、その後復興されました。チケットは数十ユーロから買えるのでそこまで高くはありません。見学だけなら12ユーロから。目の前にはスカラ広場があります。中央にいるのはレオナルド・ダ・ヴィンチの像。周りにいるのはお弟子さんだそうです。広場の裏手にはかの有名なガレリアがあります。こんなに天井が高いんだね。これも150年前には完成したっていうから驚き。ディズニーランドのワールドバザールのモデルにもなった場所。プラダ、ディオール、プラダ、ヴィトン、ハイブランドに囲まれている。床にはモザイクで紋章が入っています。これはイタリアの国の紋章。じゃあせっかくなのでガレリアのバールに行ってみたいと思います。ここはミラノで2番目に古いカフェのマルケージ。ガレリアの2階にお店があります。エスプレッソを注文。テーブルは待ち列があったけどカウンターならすぐでした。エスプレッソ1杯で 1.5 ユーロ。昔よりは値上がりしてるけど、それでもイタリアはコーヒーは安い。砂糖をたっぷり溶かして飲むのがいいよね。unカフェペルファボーレって言えばエスプレッソが出てきます。せっかくなのでカプチーノももらいました。雑な仕事に見えるのにミルクのフォームがめっちゃ綺麗です。さすがはイタリアのバリスタ。マルケージはお菓子が可愛いのでぜひ見てみてください。窓からはガレリアの様子も一望できます。
ちなみにこのマルケージ、2014年からプラダグループの傘下に入っています。古き良き伝統と資本の香りが漂う店内です。ガレリアを抜けると姿を現すのはドゥオーモ。なんかはるばる旅してきたなーっていう旅情が急に込み上げてきました。世界最大級のゴシック建築らしいけど、確かにすごい存在感。ドゥオーモの建設にあたり、最初の石が置かれたのが1386年。それから数々の失敗や中断を経て1813年にようやく完成に至ります。400年以上の時を経て完成させたのは、当時ミラノ公国を征服していたナポレオンでした。せっかくなので中も見てみましょう。チケットは10ユーロ。オンラインで購入できます。外壁の彫刻のクオリティがとんでもないよね。現代では再現できないよね。主にコスト面で。ようやく入り口が近づいてきました。多分入場までに30分は並ぶから、時間には余裕を持ってきた方がいいね。中に入れました。これはすごいね。人の喧騒すらも巨大な空間で心地よい響きに変わってる。たくさんの絵画が吊るされています。全部ちゃんと見ようと思ったら数時間はかかりそう。新廊の脇では1年を表す52本の柱が天井を支えます。柱の上部にもまた細かい彫刻が。この時代の人々の作るものってすごいね。ステンドグラスもみっちりといろいろな場面が描かれています。旧約聖書や新約聖書がモチーフのもの、聖母マリアのエピソードなど本当にいろいろなものがあります。こちらは祈りを捧げるためのろうそく。募金をして火を灯します。こちらのパイプオルガンは世界で2番目の大きさ。1万5000本以上のパイプが使われていて、イタリア国内では最大。今も現役として使われているそうです。これまで訪れた大聖堂の中でも圧倒的な雰囲気だな。必ずまた来たいと思います。外に出てきました。もう少し散歩してみましょう。3人組が演奏していました。何の曲だか分かりますか？日本の皆さんにもおなじみのこの曲でした。人の流れに沿って歩いて行ってみます。この辺もなんか歴史がありそうな建物ですね。ローマとはまた違う雰囲気だけど趣を感じる。ここはスタバ。もともと郵便局だった建物を使っています。イタリアにはスタバは根付かないと思っていたけど、こういう角度から来るとはね。外まで行列ができています。イタリアはストリートアーティストが多いですね。今度はマリオネット。そのまま通りを進みます。見つけたのは AC ミランストア。そのすぐ近くにはライバルチームのインテルのストアもありました。でもロマニスタの僕には関係ない。もう少しだけ足を伸ばすと次の目的地に到着です。スフォルツェスコ城。ミラノを支配していたビスコンティ家のお城です。正面にあるのがフィレーテの塔。ここをくぐって中に入ります。
中は四角く囲まれた広場になっています。ここも歴史的にはすごいものなんだろうけど、ドゥオーモの後だと感動が薄いな。ここは博物館になっている一角。あの白地に赤十字がミラノの紋章。それでは一度ホテル方面に戻ります。いろいろ見てたら結構時間が経ってしまった。そのまま部屋に帰る前に晩ご飯にします。昨日とはまた違うレストラン。まずはビール。歩き疲れた体にしみるね。注文したのはいわゆるミラノ風カツレツ。上にトマトがびっしり乗ってるけど、下のカツレツもでかい。お味は間違いない。抜群に美味しくて、バルサミコ酢をかけてもまたうまい。こちらですね。店員さんがたくさんかけていいよって言ってました。ビールも2杯目に突入。さすがにでかくて苦戦したけど、ようやく終わりが見えてきました。うまいんだけど、誰かとシェアして食べたかったね。なんとか完食。ごちそうさまでした。お邪魔していたのはこちらのリルタボリーノというお店でした。雰囲気も良くておすすめです。それじゃあホテルに帰って今日はおしまい。お疲れ様でした。おやすみなさい。3日目の朝です。今日もあいにく天気はどんより。今日は夕方から予定があるので、午前中にサクッと街を見て回ります。帰ってきました。雨のドゥオーモ。そのままガレリアを抜けていき、ルイーニというお店にやってきました。開店前からこの行列。パンゼロッティっていう揚げピザを朝ごはんにします。オープンしたら開店は早くてすぐ自分の番になりそう。揚げパンゼロッティの他に焼いたやつもあるんだね。いろんな種類があるんだ。フォカッチャとかカルツォーネも。店員さんがテキパキと注文をさばいていきます。せっかくなので揚げと焼きの両方を注文してみました。こっちは揚げた方。ちょっと汚いんだけど、こんな感じでトロットロのチーズとトマトが入っています。こっちは焼きパンゼロッティ。オリーブのやつにしました。こっちも美味しい。ルイーニの創業は約140年前。ミラノには50年ほど前に店を構えたそうです。今や通りをお客さんが埋め尽くすほどの大繁盛店。ごちそうさまでした。再びガレリアの中に戻ってきて朝のエスプレッソを飲みます。ジェラートコーナーは混んでるけど、バールはスッと入れそう。行ってみましょう。正統派のバールの佇まい。バリスタがおしゃれすぎる。ビスコッティ付きでした。砂糖をたっぷり溶かしていただきます。完全にかぶれてますけど、これで一日が始まる感じがするね。このバールに立って数十秒でさっと飲める感じがいいんですよね。その後向かったのは昨日も通りかかった元郵便局のスタバ。スターバックスリザーブブランドで展開する旗艦店でもあり、イタリアでのスタバ1号店。店内には大きな焙煎機があって自動で焙煎されています。この上の管を通ってコーヒー豆が移動していく。焙煎機はスコラーリ製みたいだけど、これも特注品って聞いた記憶があります。まあそりゃそうだよね、このシステムだもん。店内はお土産に良さそうなアイテムもたくさん。箱に郵便局舎が印刷されたマグもありました。店内はコーヒーだけじゃなくフードも充実。ペーストリー類がたくさん並んでいますね。あっちにはお腹にたまりそうながっつりしたパンも。イタリアでスタバをやるならフードクオリティに手は抜けないんでしょうね。どれも美味しそう。なぜか日本で急に流行って廃れたマリトッツォも当たり前ですが、イタリアでは定番メニュー。ご覧の通り大混雑ですが、なんとか席を見つけました。ティラミスでかすぎる。座った席が焙煎の特等席で間近で様子を見ることができます。
これは焙煎が終わった豆を釜から出して冷ましているところですね。ぐるぐる攪拌しながら空気に当てて冷まして焙煎の進行を止めます。それから吸い上げられてバーカウンターの割り下の元に届けられるみたい。工場見学みたいで楽しいね。さて今日はこの後スタジアムまでサッカーを見に行くので一度ホテルに戻りましょう。ここはメトロのサンシーロ駅。今日は AC ミランと AS ローマのマッチデーです。このタイミングに合わせてミラノ旅行を組んでいました。というのも一度はこの美しいサンシーロで試合を見てみたかったんですよね。サンシーロができたのはちょうど100年前。それから改修を続けつつミランとイーテルのホームスタジアムとして使われてきました。最近ではミラノコルテナ五輪の開会式でも使われました。でもついに解体と再開発が決まったのでその前に一度訪れておきたかったんです。この美しい螺旋階段ともお別れになるのかな。このスタジアムの象徴的なパーツの一つですごく優れたデザイン。ミラノだから当たり前なんだけど完全アウェイの雰囲気ですね。ローマのユニフォームなんて着てたら絡まれそうだ。ゲートがオープンになって中に入れました。いや、やっぱり異様な姿のスタジアムだね。圧倒的なオーラがある。今日は1階席後方のあたりから見ます。まだキックオフまで時間あるけどだいぶ盛り上がってきてますね。我らがローマファンは隅っこの方に追いやられています。試合キックオフです。試合の様子は映せないのですが初めてのサンシーロでの観戦はめちゃくちゃ楽しかったです。カルチョのスカラ座の名前は伊達じゃない迫力抜群の体験でした。で試合としては負けたわけです。悲しいけどサンシーロに来れたのでよしとしましょう。そうやって気持ちをなんとかコントロールします。ホテルに帰ってきました。イタリアのサッカーはキックオフが夜8時とか遅い時間に始まるのでもうホテルに帰ってきたら12時近いです。ルフトハンザの機内でもらったチョコをつまみに焼け酒を飲んで寝ることにします。お上品なチョコが4つ入っていました。おはようございます。外はまだ真っ暗。今日は朝9時のフライトで出発なので早めに移動を開始します。今回もすごく過ごしやすいいい部屋でしたね。時刻は朝5時半。ミラノチェントラーレに帰ってきました。この時間帯はさすがに人は多くはないですね。綺麗な駅の建物をじっくり見ることができます。フライトはミラノマルペンサ空港からなのでマルペンサエクスプレスで空港に向かいます。チケットはオンライン購入が可能。QR コードで乗車します。列車が何番線から出発なのか掲示されるのを待ちます。真っ赤な流線形の車両が止まっていました。マルペンサエクスプレスは端っこなんですよね。これは鳥の行き。目的の列車はさらに奥です。こっちですね。ようやくたどり着きました。早朝だから車内はガラガラ。これなら置き引きの心配もないですね。列車は駅を出て空港に向かいます。フレッチャロッサが並行してますね。マルペンサ空港に到着。約1時間の乗車でした。こんな感じで冬季五輪仕様のラッピングになっていました。というわけで合計1週間のイタリア滞在もこれにておしまい。でもまだ世界一周の旅は続きます。この後の旅が気になる方はぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた次の旅でお会いしましょう。さようなら。